GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。オズワルドです。10 Essentials、 僕にとってはなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは Welcome to my Aussie London。 最初のアイテムはこちら、杖です。自分が生まれつき足が悪いんで、3本目の足として自分を毎日支えてくれてます。杖自体は 4,5 年前とかぐらいですかね、使い始めたの。自分がもともと使ってた税込み70万ぐらいする杖が使ってたんですけど、それは漆塗りに金の蒔絵で龍が描かれてて、昨日折れて急遽昨日買いに行って、これはもう3万いかないです。2万5千円ぐらいなんです。これはアップル製のエアタグが入ってるんですけど、よく自分物忘れするんでなくさないようにっていうのと、一回これつけてても盗まれたんですけど、友達のバーみたいなところで軽くショットライブしてる時に、あからさまに集団で杖隠して後ろでボソボソやってんなと思って、ドライブしてるからまさか杖パクられないだろうと思うじゃないですか。したらそいつらがさーって去った瞬間綺麗になくなっててみたいな。これさ、何代目だ？ 4 代目ですね。4代目の杖、名前はまだつけてません。次のアイテムはアクセサリーです。自分で買ったやつよりも大事な人たちからもらったやつとかが多くて、時計は高校の時に自分のおばあからもらったセイコーのクレドールのやつつけてて、ずっとこれ使ってますね。で、指輪もおばあからのやつで、これ竜が2匹交差してる総竜なんですけど、ピアス、ティファニーのやつですね。初めてティファニーで買ったピアスで、こいつは最近買ったヘビのやつです。これも大事な人からもらったゴローズのブレスレット。これは大事な親友からもらいました。誕生日の時に。鼻ピアスは高3の時に開けましたね。その時学生だから開けたらしばらくやっとかないといけないんで、それごまかせるやつって何があるんだろうと思ったら、こういう形でこっちなんもないやつで、そのタイプってキュッてやったら鼻の裏に隠せるんですよ。それで隠しながら学校通ってました。ジュエリーといえば、自分も今プロデュースさせてもらってて、これからボイスっていうジュエリーブランドを始める予定なので、買うよりも自分が作ったやつとかをつけていくことの方が多いのかなと思って、それも楽しみの一つって感じです。次のアイテムはタトゥーです。アイテムっていうのかなって感じなんですけど、自分を語るには欠かせないというか、タコライス好きなんで、沖縄のソウルフードタコライスを、最近タコライスより沖縄そばが好きっていう問題が起きてるんですけど、沖縄そばも今度どっかに入れるかも。一番気に入ってるのは首の正面龍なんですけど、彫師の正志さんっていう人が彫ってくれました。彫り終わってからめちゃくちゃもう痛すぎて、やばい龍が暴れ回ってるとか言ってたんですけど、唾とか何か飲んだりするとで動くんですよ。グーみたいな。ちょうど顔を喉仏のとこにしてるから、動くと喉仏がここ動いて、ちょっと動いてるように見えるっていう。このライオンも結構好きで、普通の色じゃなくてカラフルにしたいっすっつって、で最初結構強めの目だったんですけど、優しい目にしてほしいっつって、優しい目のライオンにしてもらいました。最初に入れたのは「Build something out of nothing」って書いてるんですけど、何もないところから作り上げたものがあるみたいな意味合いで、スマートフォンを持って考え込んでる女の人っていう現代の女性の絵ですね。で、数年後にぶっ飛びすぎて鏡見たら自分が宇宙人に見えてるっていう、これ同じ人っていう設定なんですけど、タピオカ飲みながら大富豪をやってるエイリアンの仮面をかぶった悪魔です。次のアイテムはこちら、 iPad mini です。もともと一番でかい12インチのやつ使ってたんですけど、持ち運びだったりとか結構重くて、その辺が不便であんまり持ち歩かなくなってたから、ちょっとそれもったいないなと思って、た時に iPad mini 見っけて、新しいのが出た時に買って、自分たまにイラストとか描いたりするんですけど、めっちゃ使えたりします。あと人と喋ってる時に何か説明したりする時とかにも絵とかで説明したりとか、自分の考えてることだったり、新しい計画のやつとかを図にしたりとか文字にしたり書いたりするのにもめっちゃ使ってて、絵は昔からめっちゃ好きで、そんな本格的にとかじゃないんですけど、キャラクターみたいなやつ描いたり、リリックもそうですね、こっちに書いてます。前まで紙に書いてたんですけど、絵とかと一緒に書いたりすることが多くて、
なんかそのイメージの絵を描いたりするっていうか、そのリリックのイメージになるやつを描いてみたりとかすることです。エッセンシャルス次のアイテムはゲームです。これも自分を語るには欠かせない大事な一つで、最初にゲームに出会ったのがゲームボーイ SP ってやつ。ちっちゃい時はゲームやってた記憶っていうよりは、おばあが必ず俺がどっか行ってる間にゲーム隠すんですよそれを探す方がゲームになってるみたいな感じになってて、小4の時にモンスターハンターっていうのが PSP で流行ってて、その時母親がルービックキューブにハマってて、2面揃えれたら好きなの今日何でも買ってきてよって言われて、3時間ぐらい本気でやってて、そしたら真ん中にあとラスト1個っていうところまで来たんですよ。最終的にあって思ってソファーの後ろに回って、めっちゃゆっくりテープ剥がして張り替えて入ってきたっつって、そしたらもうおかんマジでビビって PSP とモンスターハンター買ってもらって、で中2くらいの時に初めてテレビゲームを買ってオンラインっていうのにハマるようになって、ゲームの良さって言ったら、最高に時間を忘れて遊べる、楽しめるツールでもあるし、いろんなアート、ありとあらゆるアートが全部詰まったものって感じでもあるし、最高のグラフィック、音楽、映画にも引けを取らないぐらいのストーリー性があって、アンリアルエンジン5っていうゲームのエンジンが新しいのが出て、全然ゲームってわからないぐらいリアルすぎて、それがメタバースとかだったらもうどうなんのっていう、なんかいろんな想像を膨らませてくれる。ゲームの場合は能動的に自分が動かしたり、自分が選択することで結果が変わっていくって、なんかちょっと人生みたいな感じで、体感的になんかおって学ぶことがたくさんあったりとかするところもあって、なんかそういう深さを気づいた時にもっと好きになったんですね。次のアイテムはニルランドです。ニルランドは自分ともう一人のパートナーでやってるプロジェクトで、簡単に言うとリアルとバーチャルがリンクする仮想の世界っていうものをテーマにしてて、現実世界に活躍するそのアーティストの人たちをキャラクターにしたり、今ニルランドのオフィシャルサイトなんですけど、バーチャルで最近は NFT っていうものを出してたり、リアルグッズも同時に出してたり、メタバースで使えるアバターを作ってたり、デジタルの方はグッズとして NFT が今2種類あって、一つがニルテックスっていう全部 3D のデータで作ってるんですけど、これはヤングダルくんがニルになってるやつと、これはサイバールイちゃんがニルになってるやつだったり、ちょこちょこコラボとかしてニル化してます。ニルランドやってて自分の好きなのは、自分のキャラクター以外の人のやつとかめっちゃ好きになるんですよ。アバターを本当に好きになって、そのアーティストを好きにを知るきっかけにもなったりする。もう一個がニルライフっていうやつで、よく最近はアーティストの人とかが胸から上のキャラクターの画像とかをプロフィール画像にしたりしてる人とかもいるの見たことある人もいると思うんですけど、そういう感じで 2D のやつですね。これダルですね。NFT のいいところって新しいファンとの交流の仕方になってるっていうか、ニルを持ってたとしたら、その買ったニルが価値が上がってほしい。だからそのアーティストを応援したり、持ってる NFT に価値をつける動きを自分たちもし始めるっていう。リアルのグッズとかは T シャツだったりとか、あとはストラップとかを作ったりしてます。リアルもデジタルも両方楽しんでください次のアイテムはこちら、フィギュアです。めっちゃちっちゃい時からずっと好きで、基本的には自分が好きなアニメとか好きになったやつのそのフィギュアをなんか欲しくなって買ってたんですけど、で一人暮らし始めた時にもなんか飾りたいなって思った時に集めるようになったんですけど、家の見えるところに飾っといて、なんかもう視界にあるだけで嬉しいんです。それが今はさすがにディキシュディキシュって遊ばないじゃないですかだけど昔そうやって遊んでた時のこと考えたらめちゃくちゃ想像力使ってたなって思うし、どこを見てもおもちゃの遊ぶフィールドに見えてたんですよ。そのおもちゃたちにストーリーを頭で考えたり、関係性とかを考えたりとかっていうのって意外となんかアーティスティックなことを頭の中で繰り広げながら遊んでたんだなって今考えたら思うんですけど、想像力の原点には確実になってますね。一人っ子だったんで、親とかには本当に誰かもう一人と遊んでるみたいってよく言われるぐらいなんか成り立ってたものがあったですね
続いてのアイテムはこちらパンツです。洋服好きなんですけど、洋服の中でも特にパンツが異常なぐらい好きで、なんか普通じゃないやつをよく好きで集めてます。これもなんかパラパラしてるやつついてて、裾が長くてこんな感じでたるませて履くんですけど、最近めっちゃ気に入ってんのがこいつで、これバレンシアガのやつなんですけど、めっちゃスタッツついてて、あと半ズボンにできるっていうのがめっちゃいいですね。どっちも遊べて、なんかめっちゃ怒ってるおじさんの顔がなんか細かいとこまで可愛いですね。これは買ってストーリーにおじさんのとこだけ写したらベビ君から連絡来て「分かったの?」って「これ今一番熱いパンツだよ」みたいに言われて「そうなんだ」って、なんか単純に普通にかっけえと思ってたんだけど、いいらしいですこれを履いていつかディズニーに行くのが夢です。イギリス人のインスタでおしゃれだなって思った人をフォローして見てて、どこで買えるのっていう質問をしたところから、俺履いてないからよかったら譲るよって言われてもらったんですけど、これ結構一目惚れでしたね。こいつもめちゃくちゃありますね、パンツだけで100本前後で、次のアイテムは AirPods。 県外だったりに移動することが多いんで、そのタイミングで音楽を聴いたりしてます。他のイヤホンだったりとかヘッドホンとかも試したんですけど、ヘッドホンなんか結構持ってるのがだるくて結局使わなくなったりすること多いんで、 AirPods はサイズもそうだし、なんか Apple 製品が好きなんで、 Apple のなんかシンプルなかっこよさっていうかが好きで使ってますね。 AirPods Pro の好きなところが、そのノイズキャンセル機能っていうのがついてて、でノイキャンがあると本当外部の音が入ってこないんで、結構集中して、自分の世界に入りながら移動したりっていうのができるのが結構好きですね。 AirPods Pro 次のアイテムはこちらです。オーディオブック。普通の本だったりすると結構中途半端に読んでるまままた別の本とか読んだりしてしまう癖があるんですけど、でもオーディオブックだったらなんか音楽やってるかなんか知らないけど耳で聞くっていうのが結構慣れてて、パパパってすぐ戻ってそこからまた聞き直したりとかするから、人と話してるみたいな感覚で聞けるっていう部分がめっちゃいいところで、オーディオブックはもう 3,4 年前ぐらいから自分は使い始めてるんですけど、神様とのおしゃべりと悪魔とのおしゃべりっていうのがあって、それは結構面白くて、それを 3,4 年前に聞いてオーディオブック面白いってなってから聞くようになったんですけど、あと移動しながら聞けるっていうのがやっぱ音楽って別に場所選ばないじゃないですか。本を持ち歩く必要もないし、音楽聴いてるよりはオーディオブック聴いてるの多分半々ぐらいですね。同じぐらい。自分の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。ぜひコメントにも書いてください。10エッセンシャルズオズワルドでした。また会いましょう。ピースアウト。